高橋さんの昭和24日、2年間限定で食料品の消費税率をゼロにするということですが、実験ですが、実際消費者からしたら恩恵あると思いますか？ 2 年過ぎたらどうなるか。いや、僕、減税自体は、やれるんならやってみたらどうですか派なんですよ。別に僕は減税は賛成派なんですよ。減税をやった分、どこか支出を減らさなきゃいけないですよね。減税はするんだけど、支出も減らしません。新規国債を増やしますってやると、また円の価値が下がって円安コースになってしまうんですよ。なので、維新が連立与党に入ってるので、なので社会保障改革をして、支出を減らして、支出を減らした分を消費税の税率を下げるのに使うというのであれば僕は全然賛成です。なので、消費税率を下げるということ自体、に関していくと、僕は税率を下げるというのは、もともとやれるように軽減税率作ったわけでしたし、レジの問題どうこうは置いといて、やれるんだったらやればって思うんですけど、でも言ってるだけでやんないと思いますけどね。高市総理の経済施策の原因は高橋みたいに世学者の言うことを真に受けたからなので、未だに通貨の概念がなく、近隣急防仮説とか言って高橋洋一。まともな論文が一つもない世学者になぜみんな騙されてしまうでしょうか。これがね、結構ね、難しいところで、高橋さん、故意にやってると思うんですよね。前にも言ったと思うんですけど、アベマで携帯電話の基地局かなんかの時に、あえて間違ってることを言っていて、それ間違ってるの分かってて言ってますよねみたいなことを僕暗に聞いて、そっちの方が受けがいいからみたいな感じで確か答えたと思うんですよ。で、高橋さんって結局そういう需要があるんなら言うっていうので食う人で、なので多分ね、本気でも思ってないと思うんですよね。円安良くないよねっていう風なのは割と経済を見ている人は思っているんですよ。国債の金利が上がってしまうのも良くないよねとか。で、ただ問題ないんだと思いたい人たちっていうのがいるんですよ。円安は問題ないんだ。アベノミクスで円安にしていたというのは日本にとって良いことなのだと言ってた人たち。自分たちの間違いというのを認められないので、円安が良いものであると言い張る人が欲しい。さすがに1ドル300円はまずいんじゃないのみたいなことも庶民の人はもう思い始めてるんですけど、でもそれでもなんか問題ないんだって言いたい人たちとかいて、で、その人たちが、ほら、高橋洋一さんっていう下越大学の教授が言ってるから、これは正しいんだという風にしたいっていうのがあって、結果として今154円、5円とかで、日本円安くなってるんですけど、でも問題ないんだって言いたい人たちとかいて、30年国債が 4% 近くになったと思うんですけど、国債がじゃあ 4% 近くになりましたっていうのって何かというと、日本が持っている借金を利払いというのを毎年毎年国家予算からやってるんですよ。国家予算120兆円のうちのね、確か20兆円ぐらい国債の利払いで払ってるんじゃないかな。で、これが 2% 増えると多分倍になるので、なので年間40兆円ぐらい利払いで消えるようになるんですよね。ちなみに消費税 1% でだいたい2兆円の収入があるので、なので20兆円利払いが消えるとすると、消費税を 10% 上げて、それを国債の買った人の利払いに消えるっていうひたすら自転車操業になっちゃうんですけど、なのであんまり上がるの良くないよねっていうので、イールドカーブコントロールみたいなことを日銀がやってたりしたんですけど、でもそこも結局円をいっぱい使ってしまう、日銀が買い取るっていうのをやると、円の量が増えてしまう。日銀が円をバンバン吸って国債買い取るとか、昔は上場企業の株とかがあったんですけど、で、それやっちゃうと、円はどんどん量が増えて薄まってしまうから、円が受け取りたくないよねという人が増えてしまうので、結果としてより円安になるよねっていうのがあって、なので、何らかしらの経済政策を何かしたから日本が良くなるみたいな状態じゃないよねっていうのが、ある程度経済分かってる人はそうなんですけど、ただ、正しいのであると思いたい人にとって気持ちのいい意見を言ってくれる人っていう役割を演じてる人なんじゃないかなと思います。はい。靖国神社のご霊気は心願成就。戦争に勝ちたいと心から願ったことは叶えられなかった負け連中が神社のくせに心願成就。先般同行以前に敗北者の神が抱えるご威力と信用ならから靖国神社も参拝して連中もつかない。大塚家具の娘の経営工作となりちゃうと思う。靖国神社の問題は戦後に
合資をした人が問題だと思ってるんですよね。もともと永久戦犯と言われる、永久戦犯自体は別に外国が戦争犯罪だと決めたので、そんなんしたこっちゃないやって言ってる人もいるんですけど、少なくとも戦争犯罪をした人というのは、靖国神社には入っていなかったんですよ。戦争しろと命令をされて死んでしまった兵隊さんたちっていうのが靖国神社に祀られますと。で、その後に犯罪者も一緒に祀っちゃったんですよ。もともと違ったんですよ。なので、もともと靖国座ぜっていう形で亡くなってた人たち。で、その遺族の人たちが靖国に祀られたので靖国に行こうだったんですけど、で、そこで犯罪者も一緒に祭り上げちゃった合祀。で、それをやってしまった結果、戦争犯罪をしたような人たち、靖国神社にもともと言ってた人たちっていうのは、日本を守るために命を失った人なわけじゃないですか。なので、ありがとうございますっていうのがあったんですけど、ただこれが他の国に攻め込もうぜって言って、日本人が死ぬような命令を出した人に、ありがとうございますというのを、今の日本の政治家が言ってしまった場合は、外国に対してやった戦争犯罪というのを肯定することになってしまいますよねっていうことなんですよ。戦争犯罪してくれた人に対してありがとうって言ったってことは、その戦争犯罪というのは今の政権が認めてるってことになっちゃうよねってなるので、昔は別れたんですけど、それを一緒にしちゃった人のせいで、兵隊さんとして亡くなった人たちに感謝の気持ちというのを今の政治家の人は言おうと思って靖国神社に行ってるんですけど、ただそこに戦争犯罪者もいるせいで、戦争犯罪者に感謝してるじゃんっていう風に取られてしまう。なので、僕は合祀の問題だと思っていて、合祀さえしてなければいいのに、石破さんとかは確か千鳥ヶ淵に行ってるんですよね。靖国神社だけが戦争で亡くなった人を祀ってるわけじゃなくて、千鳥ヶ淵でもやってたりするので、千鳥ヶ淵の方に行く政治家の人っていうのもいたりします。はい。で、高橋総理が積極財政って言ってんだけど、あれ国債発行でやるしかないんだよね。やるしかないんだよねではなく、やってます。秋の臨時予算で確か、10兆円ぐらい新規国債増やしてるので、国債発行でやってます。赤字国債発行するための特例公債法の期限が3月末までなんだよね。ということは予算を通す前に特例公債で延長法案を通さなきゃいけないけど、今のうちは手のく取らないから解散相続権で出たんじゃないの？いや、別に国債はいろんな理由で出せるので、赤字国債ダメだよねって言ってるけど、建設国債 OK であるとか、建設国債がなぜ良いのかというと、作った建物とか橋とかは未来の人も使うわけだから、それは未来にツケを残すわけではないのではないかっていう主張があって、なので未来の人も使うものだから、これは赤字国債という概念にはならないみたいな理屈はいくらでもつけられると思うので、別に解散の理由がそれってほど大きな話じゃないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。